エースの72分の1スケールで93式中間練習機の仮組みを行います。今回は72分の1スケールの対戦機シリーズですね。確か LS の金型を引き継いだシリーズでしたよね。そうなのだ。1992年に LS が倒産して、その後アリーエと金型が引き継がれ、現在はマイクロエース名義で販売が続いているシリーズなのだ。機体は93式中間練習機ですか。確か赤トンボという愛称で呼ばれていましたよね。そうなのだ。今回は海軍の中間練習機として使われた、いわゆる赤トンボというわけなのだ。海軍のということは陸軍にも赤トンボがあるんですか。実はそうなのだ。赤トンボと呼ばれた機体は陸軍にも存在していて、そちらは基番号でいうと気球9号式1型練習機が該当するのだ。48分の1スケールで日モからも出ていたキット。そうそう、日モから出ていたのがまさに9号式1型練習機なのだ。なるほど。ところで中間練習機ってどんな役割なんですか。中間とつく以上、その前後の段階があるわけなのだ。ふむふむ。まず最初が初歩、その次が中間、そして最後が高等という流れなのだ。じゃあまずは初歩訓練からですね。初歩訓練はいわば飛行の基礎を叩き込む段階で、離着陸、基本操作、飛行機を安全に飛ばすための基礎訓練が中心だったみたいなのだ。その時に使われていた機体は3式陸上初歩練習機や2式陸上初歩練習機、紅葉などが使われていたみたいなのだ。初歩練習機もちゃんとキット化されているわけですね。そうなのだ。この初歩過程を終えると次に進むのが中間段階で、そこで使われるのが今回の93式中間練習機というわけなのだ。中間ではどんな訓練をするんでしょうか。離着陸や基本操作に加えて空中操作、特殊飛行、編隊飛行、野外航法などより実戦に近い内容を叩き込まれる段階だったみたいなのだ。単独飛行だけじゃなくて複数機での行動も教えられるわけね。そうなのだ。そしてこの中間過程を終えるといよいよ高等過程へと進むのだ。高等ではどんな機体が使われていたんですか。高等過程は実用機に乗る前段階で最終的な任務に応じて使用する機体が分かれていったみたいなのだ。なるほど。まず搭乗員としての作業を教える段階として90式陸上作業練習機や白菊などが使われていたみたいなのだ。作業というと広報、通信、爆撃、偵察、射撃など搭乗員として必要な役割をまとめて教え込む段階だったみたいなのだ。それが終わると実際の配属先に合わせた訓練になるわけね。そうなのだ。戦闘機なら零式練習戦闘機、艦爆なら99式艦上爆撃機の練習用改造機などで最終仕上げが行われていたようなのだ。そう考えると93式中間練習機って育成の中核を担っていた存在なんですね。まさにその通りなのだ。ところでこのキットはいつ頃に発売されたものなんですか。このキットは1973年に LS から発売されたのが最初なのだ。同時期に93式水上練習機も発売されているのだ。水上機の練習機もあったんですね。その後1995年頃にアリーから再販され、現在はマイクロエース名義で販売が続いている非常に息の長いキットなのだ。このスケールで他メーカーからも出ているんですか。72分の1スケールでの初キット化は LS だけど、その後いくつかのメーカーからも発売されているのだ。例えば1979年には軍勢産業から発売されているんだけど、これはプラスチックではなく金属製キットだったのだ。ジュラルミンクラフト服用機シリーズですね。以前 CR32 でも紹介しましたよね。そうなのだ。さらに1980年代には韓国メーカーのポパイからも発売されていて、こちらは LS キットをベースにしたいわゆるオマージュ品ではないかな。戦後韓国でも使われていたんですかね。それとも仮想マーキングなのかしら。その可能性もあるかもね。そして2009年にはチェコのバロムからも発売されているのだ。こちらは93式水上練習機もラインナップされているのだ。バロム、東欧メーカーはマイナーな日の丸機をよく出してくれますよね。さらに2013年には同じくチェコの AZ モデルからもほぼ同内容のキットが発売されているのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは訓練飛行中の93式中間練習機なのだ。霞ヶ浦海軍航空隊所属機のようですね。箱の中身はオレンジのランナー4枚、
透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。第二美穂海軍航空隊所属機、霞ヶ浦海軍航空隊所属機、海軍航空技術省所属機となる。なるほど。部品点数は全部で41点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数は結構ありますね。それではマイクロエースの72分の1スケール93式中間練習機の仮組み始めるのだ。最初に操縦席の組み立てなのだ。ふむふむ。操縦席は全部で2パーツ構成となっている。というか座席が2つだけなのだ。今は切り出して終了ですね。その代わりパイロットは付属するのだ。2名付属するわけね。そうなのだ。次はエンジンですね。エンジンはカウリングとプロペラを含めて7パーツ構成となるのだ。排気管は胴体に接着となるので今は切り出して終了なのだ。プロペラは1パーツ構成でカウリングは2パーツ構成となるわけね。そうなのだ。エンジンとカウリング、プロペラを合わせるとこんな感じなのだ。次は上視翼、下視翼、水平尾翼、垂直尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟んで接着となるのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？基本は大モールドとなります。実機同様にパネルラインが少ないのが特徴かな。主翼はどうでしょうか？主翼は上下合わせて全部で3パーツ構成。上主翼が1パーツ構成で下主翼が2パーツ構成となる。まずは下主翼を胴体に差し込むわけね。そうなのだ。差し込んだら翼管支柱を左右下主翼と胴体の左右に取り付ける。その上に上主翼を取り付けるわけね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなりますが胴体同様にパネルラインは少なめなのだ。最後は尾翼ですね。水平尾翼は1パーツとなっていて垂直尾翼と胴体の間に挟む構成なのだ。水平尾翼には支柱もありますね。出来上がりはこんな感じなのだ。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。クリアパーツは風防のみとなっている。なので操縦席は常にオープンなのだ。72分の1スケールなので厚みが少し気になりますね。スケール的には仕方ないのかな。次は足回りですね。まずは支脚からなのだ。支脚は全部で5パーツ構成。タイヤと支脚、車輪連結シャフトの構成ね。組み上がるとこんな感じなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっているのだ。タイヤがついているのね。次は細かいパーツの取り付けなのだ。ふむふむ。まずは機種にエアインテークを取り付ける。機種左にはオイルクーラーも取り付けね。胴体下部にステップを取り付けて尾翼付近には取っ手も取り付けるわけね。最後に総評なのだ。今回はマイクロエースの72分の1スケール93式中間練習機の仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか？長い間このスケールではほぼこのキット一択だった存在なのだ。設計自体も古く金型としてはすでに50年以上が経過しているけれどそれを感じさせないどころか今でも十分通用する内容のキットだと感じたのだ。服用機となるとやっぱり翼管支柱の組み立てが大変そうですよね。そこは意外とよく考えられていて支柱周りのパーツがまとめられているので特別難しいと感じる部分はなかったのだ。ただし針線については用意されていないので再現する場合は自分で貼る必要があるけどね。成型色はオレンジでしたね。塗装前提で考えると少し厄介な色ではあるけどね。当時としては無塗装でもそれなりに成立するという意図でこの成型色が選ばれたんじゃないかなと思うのだ。表面の表現は結構凝っている印象でしたけど操縦席のディテールはかなり簡素でしたね。座席のみだからね。風防も小さいので見える範囲は限られているし搭乗員を乗せて雰囲気でごまかすのが一番現実的かなと思うのだ。今だと東欧メーカーからのキットも出ていますよね。そうなのだ。ただ東欧系キットは再販される機会が少ないので入手性という意味ではこのキットは未だに強みがあると思うのだ。Amazon などを見ると今でも1000円以下で手に入りますしね。まとめると気軽に赤トンボを作って机に置きたい人や成型色を生かして簡単に仕上げたい人にも向いていてなおかつ針線やディテール追加など手を入れる余地もしっかり残されているので上級者でも十分に楽しめるキットだと感じたのだ。では動画を最後までご視聴していただき
ありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。